おはようございます。19日目ですね。またフィラデルフィアのサティストリートステーションまで戻ってきました。これから、ニューヨークに向かいます。向かう電車はですね、あそこの掲示板にも書いてあるんですけど、朝9時58分、バーモンターっていうアムトラックに乗って向かいます。バーモンター自体はワシントン DC から、ニューイングランド、マサチューセッツの方とかにどんどん伸びている電車なんですけれども、それでニューヨークまで行きます。時間はですね、9時58分発で11時21分着なんで、1時間23分です。キロ数にして言うと多分160キロとかじゃないかなっていう感じはします。そんなに遠くはないですね。いや、今まで16時間とか20時間ぐらいの鉄道の旅してたんで、なんか1時間半っていうとめちゃくちゃ近く感じます。実際1時間半って東京名古屋みたいなもんなんで相当近いっていう感じですね。今回の予定って多分全部で38日とかを考えてるんで、ちょうどこれで中間点ということになります。折り返し地点という感じですね。じゃあこれからニューヨークに向かいたいと思います。Trenton. Trenton, will be passengers, please secure the personal belongings. Use caution when exiting the train. Station staff will be passengers, please mind the gap.
in a few minutes, our station stop will be New York City's Penn Station, Monahan Hall. Please take a remaining time, secure all of your personal belongings. Use caution when exiting the train. In New York City, the train will have a brief layover. There will also be a change of crew. Passengers travel.ニューヨーク着きました。ペンシルバニアステーションですね。フィラデルフィアのサーティストリートステーションと違ってすごい、近代的というか、今時の普通の作りをしていると思います。ニューヨークっていうと多分日本人内ではグランドセントラル駅、グラセンが一番有名な駅だと思うんですけど、いろんなメディアとかに出てますからね。アムトラックはグラセンには行ってませんでして、長距離のアムトラックはここペンシルバニアステーションに着きます。とはいえペンシルバニアステーションもグランドセントラル駅と同じぐらい大きな駅ですので、いろんなものが、ここにつながっていきます。で素晴らしかったのが11時21分発着だったのに19分に着きました。初めてスケジュールより早く着くっていう素晴らしい経験をしました。ニューヨーク懐かしい。懐かしい、本当に懐かしい。エンパイアステートの方に向かっていきます。ホテルに向かいます。パークアベニューの方の、有名なホテル、北のホテルっていうのがあるんですけど、今名前がザ・北のニューヨークっていう名前になってますが、そこに向かおうと思います。いやー、実はじゃないですけど、僕は2003年から2004年ぐらいにアメリカに留学していて、で留学先がこのニューヨークでした。とはいえニューヨークって言ってもハーレムっていう場所に住んでいたんで、そんなに街の高級なエリアで食事をする駐在員みたいな生活は全然してなくて、ハーレムっていう、ヒスパニックと黒人の人が住む街で結構貧しい生活を送ってたんですけれども、でもそれでも地下鉄は安いんでよく街の中心部に来てましたから、非常に懐かしいですね、この辺りも。いやー、なんか学生とかにご飯ご馳走してくれる駐在員の方とか、また日系アメリカ人の方とかいたりしてですね、そういう時にこのパークアベニューのあたりとか、今エイスアベニューですね、ここら辺でご飯ご馳走になったこととかすごい覚えてます。タイムズスクエアもここから歩いて10分ぐらいで着きますから、ね、結構近いですよ。いやー、すごいな、懐かしい。とりあえずホテルに向かいます。ペンシルバニアステーションから15分ほど歩いてきまして、グランドセントラル駅の方に向かって、あそこにグランドセントラル駅が
見えますね。メットライフのビルのとこですけれども、あれがまあ交通の要所、ニューヨークの鉄道の中心部になります。ペンシルバニアステーションも同じく中心部なんですけれども、グランドセントラル駅の方がもうちょっとだけでかいかなといった感じですかね。で、この近くに北のホテルがありましたね。目の前、ザ・北のホテルニューヨークです。おお、素晴らしい。今日本に残っている日光ホテルとかがもうずいぶん前に撤退しているので、日本に残っているちゃんとしたいわゆる高級というかホテルではもう北のしか残ってないんじゃないですかね。日本の国旗とアメリカの国旗があります。安倍首相とか政府関係の人たちも国連があったりするとここを貸し切ったりするってすごい有名です。実は僕の大親友の男がこのホテル経営してまして、残念ながら今はもうコロナもあって日本に帰ってきちゃったんですけど、その関係で今回はここに泊まることにしました。ザ・北のニューヨーク。いやー、初めて泊まりますね。いやー、北のホテル入りました。すごい広い部屋を用意してくれちゃったのかな。そうそう、ここは日本式のちゃんと TOTO のウォシュレットがついてますね、アメリカなのに。いやー、すごいいい感じの広い部屋を僕の友人が取ってくれちゃったみたいですね。いやー、素晴らしいロケーションで、ここから向こうの右端に見えるのがグランドセントラル駅です。日系のホテルとしてこういう一等地にちゃんとあるっていうのはすごいいいことですよね。やっぱりぜひずっとここにあってほしいなと思います。いや、しかしこれはすごいいい部屋ですね。嬉しいな、ありがたいです。さて、ニューヨーク着いて今12時なるぐらいですかね。どうしようかな。夜はミュージカル撮ったんですけど、ちょっとご飯でも軽く食べようかな。ホテルに荷物を置いて、今親友に教えてもらった有名なサンドイッチ屋さん来てます。歩いてほんと3分ぐらいですね。あそこにあるアリドロっていうお店です。結構人気があるお店みたいで、すごい人が並んでるよ。すごいですね。ちょっと入ってみたいと思います。いやー、アリドロのサンドイッチ買ってきました。店内で食べるスペースもあるんですけどね、あまりにもホテルが近いんで持って帰ってきちゃいました。うわー、うまそうだな。いやー、こんな感じですね。プロシュートが入って、レタス、これは、いやー、人参のペースト、あとパプリカとか入ってたりとか、玉ねぎも入ってますね。オリーブオイルの香りがすごいします。美味しそうだな。これにラージのコーヒーつけて、23ドルぐらいですね。チップないと20ドルぐらいでしたけど、チップ入れて23ドルぐらい。いただきます。うまい。うまいな。この薄いプロシュートを何枚も重ねてサンドイッチに入れるところがすごい欧米的ですね。美味しい。オリーブオイルに加えて他にも野菜のペーストとかちょっとスイートなペッ
パーとかが入ってる感じがしますね。うん。おいしい。いやーああ、やっぱペッパー入ってるね。辛いですね。うん。でも刺激になって美味しいです。まあでもサンドイッチ1個が20ドル超えるわけですから、サンドイッチ1個って、まあコーヒーと一緒ですけど、やっぱまあ物価高いっちゃ高いですよね。まあでも、グラセン目の前に見えてますからね。大手町でコーヒーとこういうでっかいサンドイッチ食べたら、そのぐらいするかな。まあそんなしないかもしれないですけど、まあしょうがないですね。でも美味しい。やっぱ洗練されたサンドイッチです。ああ、グラセン近くでご飯に困ったらぜひちょっと食べてみてください。すごい美味しいです。いや、久しぶりにロックフェラーセンターに来ちゃいまして、コールファンに入ってセールだった靴を一足買っちゃいました。コールファンって日本だとすごい高いですけど、アメリカだと少し安くて、こんだけ円安でもやっぱセールだとすごい安かったですね。一足90ドルで買えました。いやー、相変わらずロックフェラーセンター人がすごい多くて綺麗ですね。いや、しかしやっぱニューヨーク久しぶりに歩いてみて、まあ、5年ぶりなんですけれども、やっぱ街の集積度合いっていうのが全然異なりますね。これまでアメリカを横断してきたわけですけれども、やっぱアトランタとかもアメリカ南部で最大の都市だったり、ワシントン DC とかも政治の中心地だったりとか、そういうところを歩いてきたし、ロサンゼルスもでっかい街ですけど、やっぱニューヨークの集積度合いっていうのはもうなんかレベルが全然異なりますね。車も多いけれども、やっぱ人が歩いて生活できる設計になってるから、人がめちゃくちゃ多くて、いやでここに来て、いやこの旅でようやく日本人の人とめちゃくちゃすれ違うようになってました。やっぱり観光客が全然いないから、仕事で来てる駐在の方とか、もともと移住しちゃってる人とかとしかなかなか会わない状況だと思うんですけど、やっぱ相変わらずニューヨークはこんな状況でもまだまだ日本人は多いみたいですね。自分が留学してた2003年から4年ぐらいは、多分日本人って登録されてるだけで6万人ぐらいいて、当時はまだ世界で一番日本人がいる海外の街だったんですよね。その後ちょっとしたら上海に抜かれちゃったりして、多分ニューヨークは2番目とかそんぐらいになっちゃったと思うんですけれども、でもやっぱり今でも人はすごい多いですね。ちょこちょこすれ違います。多分街の中心地にいるからだと思うんですけど、あとやっぱ改めて思うんですけど、こうやってアメリカを横断してきて南部から上がってくると、ニューヨークの人たちの歩く速度がめちゃくちゃ速いですね。いやそりゃ日本だって僕鹿児島好きですけど、鹿児島とね東京の銀座あたり歩いてる人の、銀座はそうでもないけど丸の内とか歩いてる人の速度って全然違うと思うんですけど、やっぱアメリカもこうやって横断してみてすごい思うのは、ニューヨークの人たちはみんなタイムイズマネーじゃないですけど、歩くの早いですね。テチパチさっさテチパチさっさとしてて、やっぱ大都市なんだなっていうのを改めて感じます。これからは、エンパイアステートビルに登ってみたいと思います。アメリカ、ニューヨーク住んでたとかいう割には、実はエンパイアステートビルにですね、一度も登ったことがなかったんですよね。2003、4年に留学してて、それから帰って以来全然行かなくて、2017年にちょっとキューバに行きたくて、キューバを遠回りして
アメリカ経由で行った時に3日4日だけニューヨーク滞在して、その時友達の家に泊まっていたりしたんですけれども、結局エンパイアステートビルって登ったことがなくて、であれですかね、あれじゃないか、ちょっとそういう観光地的なところ行ってみたいと思うので、ちょっとエンパイアステートビル登ってみたいと思います。中はこんな風になってるんですね。こんなインスタレーションみたいなのがあるとは思いませんでした。今エンパイアステートビルの2階のですね、ギャラリーみたいなところを通ってます。1930年にできたそうですけど、たった13ヶ月で作ったって書いてありますね。13ヶ月ってちょっと結構な速さかなと思うんですけど、すごいなって感じです。だから1930年に作り出して31年にできたってことですかね。そう考えるともう91年経って、今2002年ですから91年経ってるってことですね。すごい古い、じゃ古いですね。アメリカのミュージアムいろいろ回ってきて思いますけど、本当にプレゼンテーションがうまいですよね。いやー、一体これは結構いろんな会社が入ってるってことですかね。デジタル系が多いのは時代の流れでしょう。リンクトインとかアゴザとかエクスペリアとか、ジムも入ってるんですね。このステートビル&バーは、今日夜ご飯食べるところです。なんかここのチケットと一緒に抱き合わせで、プリフィックスのディナーが売っていて、ちょっとそれを食べてみることをしました。これいいですね。メグラインや、確かに世界で一番有名な高層建築物かもしれないですね。キングコングがいますね。ただ展望台に登るだけだと結構いろいろとありますね。
いろんな著名人が。BTS が来たんですね。ちょっとここに日本人のものが飾られてないのはちょっと残念です。もう80回だそうです。今こっちは西側を向いている感じですかね。あれハドソンリバーで向こう側がニュージーランドじゃないや、ニュージャージーってことですかね。いやー、あそこら辺が40セカンドかな、タイムズスクエア。こっち側マディソンスクエアってとこかな。あれがマディソンスティガーガーデンかもしれないですね。おお、こっちが南側ですね。あっちがウォールストリートの方か。あっちがウォールストリートか。あっちの方がグランドゼロの方ですね。なるほど。そっか。あそこにフラットアイアンビルディングがありますね。素晴らしい。ちょっとの間僕はあそこら辺がチェルシーですね。チェルシーに住んでたんですよね。合気道の道場がありまして、その道場に住み込みでいたんですけど、ここら辺がチェルシーか。向こうがローアーマンハッタンですね。あっちはブルックリンか。そうですね、あそこら辺がイーストリバーになりますね。自由の女神があっちに見えますね。こっから見るとちっちゃいな。ちなみに今5時40分です。もうちょっとするとサンセットで綺麗になるのかもしれないですね。実はサンセットにするとですね、サンセットとか夜の方が料金が高かったです。ちょっと僕はこれから夕食も食べたいし、なんならばミュージカルに見に行きたいと思ってすでに予約してしまったので、その夜の時間っていうのはちょっとやめたんですけど、でもこれでも綺麗だな。ほんとすごい来てよかったです。東京とか北京とか上海のなんか無限の広がりのように感じる大都市ですけど、
当然ながらニューヨークもすごいですね。でもニューヨークはこの角度から見ると向こう側が海だからそこで一瞬終わっちゃう感じですね。でもニュージャージーのあっち側の方は結構緑が多いのかな。あそこがグランドセントラル駅のあたりですね。北のホテルはどれかな。ちょっとあそこにあるやつが北のホテルかな。ちょっとあれだ。いい立地。でもこっち側に見るとすごいですね。国連はどこにあるんだ。あれが国連ビルか。あれクライスラービルですね。から見るとやっぱりすごい街ですね。でも日本とちょっと違うのはやっぱりビルは新しいビルは新しいビルですけど、結構古さが日本よりも古いの多そうですね。まあ日本は一度焼け野原になっちゃったから残んなかったっていう事情があるんでしょうけどね。昔友人が住んでた、僕の親友が住んでたマンションを見つけました。国連のすぐ近くだったんですよね。あそこなんだ。賃料はバカみたいに高そうですね。駐在員扱いだから会社は出してるからいいんでしょうけど。めちゃくちゃ楽しいです。86回日本語のアナウンスも週間日とあってよかったです。最近っていうかこのコロナになる前からそうでしたけど、中国語とか韓国語のアナウンスは日本語のアナウンスないことって普通にありましたもんね。本当に残念だなと思ってたんですけど、さすがによくあってよかったです。これ外出れるんだ。いや寒そうだけどな。出ます。意外と寒い。いや違う、寒い。Photo? It's okay, no problem. Yeah. Of course. Okay. これやっぱ人が来てますね。いやってかちょっと寒いな。いやでもすごい。でも上に行けば寒いかなと思ったんですけど、意外とそんな寒くもないかな。風が意外と止まりましたね。怖い。ちょっと怖い。国連ビルにクライスラービル、グランドセントラル、そしてイーストリバーですね。ブルックリンがずっと続いていく。ジョン・ F ・ケネディ国際空港はどこら辺ですかね。
寒い。なるほど。ここで結婚式するとここで写真撮るんですかね。やっぱこっち北側向くとすごいな。ってか寒い。グランドセントラルが右下にあるんですけど、セントラルパークが綺麗に台形に見えますね。綺麗だな。セールスフォースって本社あそこなんですかね。いいところに抑えてる感じしますけど、あそこが目の前にあるのがロックフェラーですかね。いや東京の夜景とかも街並みやビルの数も素晴らしいですけど、やっぱニューヨークはまた格別なこのビルの並び方がありますね。おのおのバラバラに立ってるんですけど、すごい美しい感じがしますね。あそこがタイムズスクエアかな。ハドソンリバーに今夕暮れの太陽がかかっているというか、光が反射しててとても輝いています。鏡張りのビルってやっぱ綺麗ですね。メイシーズ・ザ・ワールド、これが一番でかいメイシーズですよね。メイシーズ本店。寒い。いや、ダウン着ればいいのかもしれないですけど、またすぐ脱ぐと思うとなんか着るのが面倒くさいって感じします。いや、寒い。おー、これで一周しましたんで中に入ります。この80階と86階が一番メインだと思うんですけど、このさらに上に102階だったかな、100階を超えたフロアがありまして、そこが一番トップになります。チケットは別料金なんですけど、別料金っていうか追加料金なんですけど、そこまで買ってるので、ちょっとこのまま上に登ろうかなと思います。しかしロスとかも来たわけですけど、ちょっとなんか観光客の数が、観光地回ってるからそうなんですけど、全然違いますね。こっちの方が世界中から人が来てて、なんでだろうって感じですけど、僕が住んでたハーレムはここからさらに北の方に見える小さい町ですね。あそこまで行くと高層ビルなんか一つも建ってないですからね。懐かしい。ちょっとこの旅行中にはハーレム久しぶりに行こうとは思っております。いやー、寒い寒い。エグジットアラウンドコーナー、エグジットするんですけど、100階まで行きたいんだけど、どうなんだろう。
102は別なんだ。あ、でもこれでいいのか。あ、こっちか。あ、なるほど。みんな102階には登らず帰るみたいですね。そんなもんなのかな。102階はあまり面白くないんでしょうか。102階。Sir, come this way. Oh, yep. Family. Come on. Let's make your day special. Come this way. Put the tickets out. You got your tickets? Down. Put the tickets out. Going down. Down. I don't know. Scan them there. Do you have 102 tickets? Going down. It's a special ticket. Make it look believable, man. There we go. That's perfect. やっぱ理解してる人と理解してない人が。 Coming up there shortly anyway. Let's go. Going down up. Wind up. You got a ticket? Yeah, I have. there. Yes, I see. Perfect. That's okay? Thank It's an you. additional ticket to go up higher. Wow. Okay. Enjoy your ride to the top, ladies and gentlemen. See you shortly. Thanks. Just got here for free. なんかレンガになってますけど、これは大丈夫なのかな。おー、面白い。Pretty blue lights. Hi. いやちょっと節々がやっぱり古い建物だからちょっと怖いな。 No, going down. You're from like Beltway, Virginia. Different place. Because I've been to Richmond in the summer. わーお、ちょっと I mean, look, a Yankee like me could not go out. ちょっと足が It's disappointing. 怖いです。高すぎて怖いです。いや、なんかここさっきの風呂よりちょっと怖く感じる。あ、狭いからかな。こうやって見るとちょっと狭いので怖く感じますね。あ、90周年だそうですね。なるほど。いや、怖い。やっぱこれ人間の感覚なんですかね。ちょっと怖く感じるな。あ、これ写真撮っときます。いやちょっとやっぱ人間の感覚っておかしいもんですね。さっきの場所はひどかったからあんま怖く感じなかったんですけど、ここ狭いからしかもすぐ下が見えるから僕ちょっと足がすくみますね。怖いなここは。まあでもちょっと登って楽しいかも。86階も102階もやべえ、ちょっと怖いな本当に。あんま変わんないとは思うんですけど、いや怖いですね。いやちょっと怖いですね。まあでも楽しいな。いや考えてみればコロナになってからコロナ以来初めての海外旅行ですからね。コロナになる直前っていうかもうコロナが世の中で流行っていて問題になっていた2020年の2月に僕仕事で出張でロンドンに行ってたんですけど、その時もうすでにコロナすごい問題になってて世界中がこれからロックダウンになろうとしてるっていう時でした。だからあっちに行ってアジア人がマスクしてるとすごいいろんな人にジロジロ見られたんで、なんかそのアジア人の襲撃とかが問題になりそうでもあったっていうか確かなってたんで怖くて僕はマスク捨てた覚えがあるんですけど、まあでもそれからちょうど2年 2,3 ヶ月してこうやってようやくまた海外に出ることが可能になりました。久しぶりにこうやって出ると面白いですね。刺激的だなと思いますし、やっぱ2年でだいぶ世の中も変わったというか、驚きなのがミュージアムのほとんどの、チケッティングが
全部オンラインになってたりとか、現地で買ってるのにメールで送られて、あなた携帯でそれ提示してくださいって言われるんですよね。やっぱコロナでだいぶ世の中進歩したんだろうなと思ったり、今回の旅行なんかはほとんどキャッシュ使ってないんですよね。こっち来て最初に ATM で200ドルだけ、落としたんですけど、まだ2、30ドルしか使って、ほとんどカード払い、もしくは電子マネーで払う、アプリで払う。なんかテキサスなんかコインランドリー行ったらランドリーですアプリでお金払いましたからね。本当に世の中だいぶ変わったなと思いますし、そういうのやっぱ世界実際出てみないと分からないんで、久しぶりにっていうか、たまにはこうやって出て、前線でビジネスやってるやつやってるうちはやっぱりいろいろとなんか見ておかないとダメだなって思いますね。やっぱアメリカとか中国とか進んでますよね。特にアメリカなんか今回ミュージアムいっぱい見れてよかったですけど、こんないろいろ進んでんだって本当に思うことが多かったです。なんかちょっと高さに慣れてきたら、いやでもやっぱちょっと慣れないね。上を見ると怖いです。上じゃないや、下を見ると怖いです。いや、面白かったですね。じゃあこれで降りようかな。いやー、このビルが90年前に作られたってすごいですよね。我が国みたいに地震がないから、ないっていうか少ないからなんでしょうけど、それにしてもすごいテクノロジーですよね。これとか本物なのかな。いいですね、セントラルパーク。自分が留学してた時は、今もやってるんでしょうけど、夏とかになるとフリーコンサートがいっぱいやってたから、なんか留学してた時の日本人も多かったんですけど、特に僕の時は韓国人の留学生多かってよく仲良くなったりしたんで、みんなで一緒に行ったんですけどね。韓国に来た時はキンパとか韓国のおむすび持ってきてくれて、初めて食べたんですよね、キンパっていうの。これは階段でも102階まで階段で登る人はいないでしょうけど、いやーすごい。あそこタイムズスクエアですよね。久しぶりに見に行きたいですね。2003年に留学から帰って以降ずっと行かずに、2017年に13年ぶりに来た時はそこまで見学というか観光しなかったので、実質アメリカを観光してるのは留学以来かもしれないです。てかこれはもっと上にも行けんですね。これ以上上に行くのはメンテナンスする人だけでしょうけど、いや怖いだろうな。
まあ人間何事も慣れなんでしょうけど。というわけでブロードウェイでミュージカル見てました。リチャード・ロジャース・シアターのハミルトンですね。いやー、すごい人気でしたね。めちゃくちゃ盛り上がってましたし、46にあるシアターなんで、めちゃくちゃブロードウェイです。なんかオフのブロードウェイとかじゃなくて、めちゃくちゃもうオンなブロードウェイですね。ハミルトンってなんか今アメリカで一番人気っていうのをもうずっと聞いてて来てみたかったんですけれども、2015年からずっとロングランでもう1位に争う人気だそうです。いや、これはすごかったですね。マンハッタンでミュージカル何回か拝見してますけど、拝観っていうのかな。いや、確かにすごかったです。なんかもう全体的に圧巻っていう言葉がとても似合うような感じで、ともあれですね、なんていうか、歌と踊りが9割ぐらいなんですよね。ミュージカルも一応劇だから、なんていうんですか、何割かは普通の演劇っぽいところがあると思うんですけど、このハミルトンは最初から最後までほとんど歌と踊りでした。ハミルトンってアレキサンダー・ハミルトンっていう人物がいて、アメリカ合衆国の憲法を作った人って言われてるみたいなんですけど、要は建国の父たちみたいな話で、ジョージ・ワシントンとかトマス・ジェファーソンとかが出てくる中に一緒に活躍した人みたいですけど、めちゃくちゃタイムズスクエアですね。いやそういうなんか日本で言えば明治維新みたいな感じですよね。明治維新をミュージカル化してるみたいな。でもなんか独立って1776年ですけど、なんていうんですかね、めちゃくちゃヒップホップで、めちゃくちゃなんていうんですか、ソウルというかラップとかすごい多くてですね、ラップバトルとかするんですよ。建国の父たちがラップバトルするみたいな、なんかすごい内容なんですけど、ちょっと違和感っちゃ違和感かもしれないですけど、そんなに特別違和感を感じさせないようないい感じの作りでして、面白いのは建国の父たちの話なんで、基本的にはもう白人の物語じゃないですか。でもこれもなんか話題になってた理由の一つとして、配役は半分以上が黒人の方とか、スペイン語圏の方とか、そういう方で固められてましたね。現実問題として、なんか白人の人の子供が黒人だったりとか、ぱっと見ちょっとよくわかんないというか、理解しがたいみたいなシーンがよく出てくるんですけど、なんか制作者側の意図としてはアメリカっていうのは移民の国だってことを表したかったとか、今のアメリカっていうのはこうやっていろんな人間が混ざってできてるんだっていうのを表したかったとか、なんかそういう意図があるそうです。でもこれは本当にすごい面白かったですね。なんか観客の盛り上がりとかもなんかすごかったですよ。何回かミュージカルマンハッタンで見て、日本では劇団四季好きなんでよく行くんですけど、本当なんかミス・サイゴンとかチキチキバンバンとか、ああいうの見る時よりも全然盛り上がってました。誰でしょう。
やーこれは本当アメリカ来て運がいいっていうか、まあ、ニューヨーク来て時間があったらぜひ見るべきじゃないかなと思いました。ただ分かりづらいのでストーリーがウィキペディアとかあらすじ見とかないといまいち分かんない気がします。僕はたまたまこの2週間ほどなんかアメリカの建国の歴史をなんかミュージアムでずっと見続けてきたからなんとなく頭に入っててすごい楽しかったですけど、やっぱハミルトンって人自体は日本でいうと板垣退助とか大久保利通みたいな人だと思うんですよね。多分すごい表に立って、まあ、表に立ってるんですけど歴史の表で主役でしたみたいな、なんか西郷隆盛とか坂本龍馬とか徳川慶喜じゃなくてその後ろというか斜め後ろ隣ぐらいにいたような感じの人物なんで、あらすじを読まないと普通の日本人はいまいち理解がしがたいんじゃないかなと思いました。アメリカの歴史をなんか研究しましたとか建国の歴史すごい大好きですって人だったら分かるのかもしれないですけど、まあでもなかなかあんまり知られてない人物、特に日本だとあんま知られてないんじゃないかなと思いますし、アメリカ人でもはっきり言って歴史好きじゃない人はあんまり知らないんじゃないかなって思う人物です。でも2015年から大人気だそうですけど、まあ、やっぱちょっと日本には来ない可能性が高いなって見てて思いました。だからやっぱニューヨーク来た時見なきゃなっていうか、まあアメリカ他のところでもやったかもしれないですけど、アメリカで見なきゃなって感じでしたね。っていうのはやっぱりそういうなんていうんですか、アメリカの歴史に詳しくないと、まあ、つまりアメリカ人ってアメリカの歴史の教育をアメリカの義務教育で受けたみたいな人じゃないとちょっと分かんない人物だったり分かんない歴史背景がちょっと多すぎてですね、きついかもしれないですね。まあなんかそういうのをかき消すようにめちゃくちゃラップだったりヒップホップだったりですごいポップな感じにしててノリで見れちゃうっちゃ見れちゃうんですけど、ストーリーがやっぱちょっと建国の父たちに関する理解が相当深くないと分かんない感じでした。日本にはなんかちょっと持ってきづらいからやっぱアメリカで見なきゃなって感じでした。まあ当然なんですけど日本からやっぱ板垣退助のミュージカルアメリカに持ってきて絶対受けないのと同じような感覚がやっぱあると思うんですよね。日本の鹿鳴館、劇団四季の鹿鳴館素晴らしいと思いますけど、三島由紀夫の鹿鳴館をミュージカルアメリカに持ってきて成功するかって言ったら絶対成功しないですよね。なんかそもそも歴史的背景が分かんないと一体何やってるかよく分かんなくて多分面白くないんじゃないかなと思います。いやというわけでハミルトン5年前に来た時も確かもう評判になってて見てみたかったんですけれども2、3日しか滞在しなかったから結局見れなかったんですよ。すごい残念だったんですけど見れてすごい良かったです。すごい嬉しかったですね。いや結構すごかったんで今でもちょっと結構なんていうか体が熱を持ってさっきすごい寒かったんですけど今ダウンを着ないで歩いてます。いや考えてみれば5年前来た時はタイムズスクエアなんて来なかったんで2003年以来ぶりのタイムズスクエアです。真ん中はサムスンだし上はなんか中国のだし下はまあコカ・コーラですけど2003年ぐらいだとまだソニーとか日清とかが撮ってた気もしなくもないんですけどね。まあちょっとタイムズスクエアはまた明日以降にゆっくり
見たいなと思います。いやーでもよかった、ハミルトン良かったですね。すごい面白かったです。いやー、歴史知らなくても純粋に面白いと思いますけど、できればウィキペディア見てから行った方がもっと面白いかなと思います。ここから北のホテルまで戻るんですけど、はっきり言って徒歩で15分ぐらいかな、10分じゃつかないかなと思うんですけど、そんな遠くないんでゆっくり歩いて帰ります。相変わらず今夜の10時ぐらい、もう13時14分ですね。やっぱり他の街はもう夜9時ぐらいでほとんど店が閉まるみたいな感じでしたけど、アメリカをこうやって横断してきて、やっぱこの街は全然違いますね。まだまだいろんなところが開いてるし、どうなんだろう、タイムズスクエアのマックなんか24時間やってて、僕が留学生だった時はなんかアジア人の留学生とかと共にそこで朝までだらだらなんか勉強の話したり、自分たちの国の話したりしてたのを思い出しますけど、コロナになってもまだ空いてるんですかね、わかんないですけど。でも夜中になってもニューヨークの都心部はまだ治安がいいからいいですね。治安いいのかな、どうかわかんないけど、人がいっぱいいるからまだいいですね。あと思ったのが、ミュージカルシアターに入るときID は絶対持っていかなきゃダメだったみたいです。ID 持ってってよかったですけど、ID を見せなきゃいけないのとワクチン証明、ワクチン打ってないと入れないって言われまして、ワクチン証明を僕はアプリで持ってたんでよかったですけど、ワクチン打ってないと下手したら入れないかもしれないですね。PCR 検査で陰性とか持ってれば入れるのかな。でもワクチン証明がないとダメって言われました。あと ID とそれを照らし合わせてじゃないとダメだと。あとはっきり言ってかなりぎゅうぎゅうだったんですけど、マストですね。マスクつけなきゃいけなくて、マスクをもらって中に入りました。やっぱりロスもですね、マスクしてる人多かったですけれども、でも僕がロス離れた数日後にアメリカの CDC がマスクもう外してもいいんじゃないみたいな号令を出したから、今変わってるかもしれないですけど、でもやっぱあれですね、フィラデルフィアまでとかだと全然マスクしてなかった。特にサンアントニオとか全然してなかったんですけど、ニューヨークに来たら、屋外の人たちは全然マスクしてないですが、屋内に入ると結構多くの人がマスクしてます。やっぱり人口密度が全然違うから皆さん気にしてるのかもしれないですね。例えばここの分かんないですけどお店もここはリコメンデッドですね。でも前のところはリクワイヤードってなってますし、やっぱりちょっとマスクに対する意識は大都市の方が強い感じがしますね。これはグランドセントラル駅ですかね。いやでも11時半ぐらいですかね、こっち側にニューヨークに着きまして、自分としては本当実質的に何年ぶりだろう、16年ぶりぐらいにタイムズスクエアとか歩きながら久々のニューヨークを体感しております。相変わらずすごいですね、この街の人々の熱気とか。ハミルトンもそうですけど、なんか本当多種多様な人間たちが集まって、世界中から集まってなんか世界で一番いいものを作り上げるみたいな、
なんか言葉で言うと簡単ですけど、なかなか難しいですよね。東京もすごくて、もちろんその日本全国からいろんな人が集まって日本で一番アジアで一番ぐらいのものを作ると思うんですけど、やっぱ今日のハミルトンのパフォーマンスはすごかったな。劇団四季もすごいですけど、Yo, can I get in the vlog? ちょっとYeah we can Yes yes カメラを回してるとアメリカの人はおおらかなのかもしれないですけど、たまに話しかけられます。慣れてないんで何て言えばいいかよく分かんないですね。まあとりあえずすごい楽しかった。興奮しました。19日目はこれで終わりです。今38日でアメリカ一周することを予定してきて、ついにニューヨークまで来ました。アメリカをほとんど横断した形ですね。ロスからニューヨークまで本当にアメリカを鉄道で横断してきました。それに19日もかかってしまったって感じですね。距離でいうと本当何千キロ走ったんでしょうかね。5、6千キロですかね。ちょっとニューヨークはいろいろと会いたい人がいたり、ちょっと思い出があるのでそういうところに行ったりとかするので、今回の旅で一番長く滞在する予定です。4泊5日ぐらいいるつもりなのかな。なのでもうちょっとニューヨークを堪能してから次の街に行こうと思いますが、本当に鉄道でアメリカを横断楽しかったですね。やっぱりなんか見たことない景色というか、映画でしか見たことないような景色とか、当たり前ですけど本当にあるんだなみたいな。いやー、本当テキサスの砂漠の中でサボテンがいるのとか、なんでしょうね、バックトゥザフューチャーのなんか西部時代というか西部開拓時代に行った時みたいな、すごい谷とか川とか昔の鉄道の橋とかが、そういうの見れたりとか、すごい面白かったですね。あとやっぱアメリカはなんていうんですか、南部と、西部の方がやっぱりいろんなものがあるんだなっていうのを思いました。やっぱ歴史的にそこら辺から入植してるからでしょうね。ミュージアムがいっぱいあって本当にいろいろと勉強になりましたね。すごい浅いこと言えば、アメリカの理解が多少深まったかなと思います。別にあんまりアメリカはそんな深く理解してるわけじゃないんですけど、一応留学してたので、なんとなく自分の中でアメリカってこうみたいな概念ってやっぱずっとあったんですけど、それも16年前のもんだし、もっと言っちゃえばそれニューヨークのもんだし、やっぱり東京っていうか日本も東京と大阪全然違うし、東京、大阪、名古屋みたいな大都市とそれ以外の地方って全然違うと思うんですけど、やっぱアメリカも当然ながらそうなんだなってことを頭では分かってるのかもしれないですけど、なんか確認できて面白かったですね。いやなんかその横断の締めくくりになんかまずハミルトンみたいなの見れて、それもとても良かったかもしれないです。でこれからアメリカ一周なので、
ニューヨークの後はボストンまで行こうか迷ったんですけど、ちょっと時間っていうか日程の関係でボストンはやめて、もうこれで折り返します。折り返して、ナイアガラの滝見に行きたいんですけど、その後はシカゴ行って、でその後はぐーっともう西海岸じゃないや東海岸の方まで戻る予定です。でシアトルとか行ったりサンフランシスコ行ってロスまで行って鉄道でアメリカを一周という形になります。いやでこうやってアメリカを一周することを考えた時にやっぱり南側っていろんな街があるんですよね。それこそロスの次に行ったエルパソもそうですし、サンアントニオとか、アトランタとか結構観光地だったりでっかい経済都市がある。ただやっぱアメリカって北部ってもうシカゴぐらいしかなくて、あとシアトルもありますけど、じゃあその間ってかなり幅広くあるんですけどあんまない。ミネアポリスとかありますけど、やっぱ街の規模とか見るべきとこみたいなのほとんどなくて、観光資源や自然ばっかりみたいになってきたわけですよね。いやー、そう考えるとアメリカの文化や歴史をすごい堪能したい場合は、今回通ってきた一番南のルートを通ってアメリカを横断するのが一番楽しいのかなというふうに思いました。アメリカを横断しようとすると鉄道でアムトラックでですけど、4本あるんですよね、線が。で今回僕が乗ってきたのは、サンセットリミテッド、あとクレッセント、これでロスとニューヨーク結ばれてるので来れるんですけど、一番南の線路になります。でもその真ん中にも2本通ってて、でもちょっとストップすべき場所があんま多くないかなっていうのと、一番北は一番止まるべき街が少ないというか停車駅も少ない状況なんですよね。だから一周するならどれか2本使わなきゃいけないですけど、横断するだけならやっぱりこの一番南ここぐーっと行くのが一番見応えがあって楽しいかなって、計画してた時思ったんですけど、その考えは間違ってなかったかどうかは真ん中を行ってないから確かめようがないんですがその間違いないかもしれないですね。いや久しぶりにニューヨークに来てちょっとテンションが上がっちゃいましたね。思い出のある街とか懐かしい街来るとやっぱテンションって上がりますよね。これがグランドセントラル駅ですね。でもうすぐそこに北のホテルがある形です。ニューヨークは、中心地はこうやって歩けるぐらいコンパクトだからいいですよね。僕が住んでたハーレムまで歩くっていうのはちょっと厳しすぎますけど、こんぐらいだと本当に楽だなと思います。北のホテルが見えてきましたね。日本の国旗をこんなに大きく堂々と飾っているところはニューヨークでも総領事館とジャパンソサエティみたいなのがあるんですけど、それとこの北のホテルぐらいじゃないですかね。他にもあるのかな。日本の国旗がアメリカ国旗とちゃんと並んでかけられています。いやちょっとアジアンヘイトとか最近ちょっと犯罪も怖かったんで、この度はほとんど夜出歩かなかったんですけど、ニューヨークの中心地は割と安心して出られてとても良かったです。じゃあホテルに入って19日目はこれで終わりにしたいと思います。
じゃあありがとうございました。